トゥインクルシリーズの歴史、それは先人たちが残した栄光の定石、偉業、遺構、伝説、すべて築かれた歴史書を紐解けば、そこにはあまりにも美しい軌跡がずらりと並んでいる。ページを来るたびに胸躍る実話の数々。その先でいつかはい、どうぞ。いえ、こちらこそいつももらっていただきありがとうございます。幼少期に負った怪我のためデビューが遅れ、デビュー後も順調とはいかず、日本ダービーの結果は冴えないものだった。しかし彼女は走り続けた。2勝クラス、3勝クラスをものにし、目黒記念以降は大躍進。琥珀の輝きを見せつけ、有馬を制した。そんな彼女の薫陶を受けた馬娘が現代にいるのだ。休養した春を越え、秋に花開いた遅咲きの子がインタビューの際、彼女はつぶやいた。やっと同期と並べる私になれそうなんです。だから掴みますよ、このまま。歴史が証明している。彼女はやがて重賞をいただく傑物となる。物語は新年最初の東京レース場から動き出す。彼女たちの意志は未だ現代につながっている。そのことが何度見ても何度でももう一周だけしようかな。レンズ絞りすぎたかも。もうちょっと開き目で何枚か。2000になるとこのコースは瞬発力も求められる。でも前走が同じコースであの上がりタイムなら問題ない。追い切りや記者さんからの評判も上々。1番人気は2番。結果と評価がようやく彼女に結びついた。パドックを見た感じ、3番も良かったけど、今日の馬場なら切れ負けない。それに歴史の観点から見ても、今日彼女が勝ったら熱い。完全に抜け出した。2番です。凄まじい末脚で勝利をもぎ取りました。すみません、心配させてしまって。本当にすみません。もう大丈夫です。たまにあることなので。立ちくらみ、今日はご飯を食べるのを後回しにしてしまったので、興奮したらこうなると分かっていたのですが。えっとその
それはできません。パドックや本馬場入場も確認したいので、だから食べてる時間はなくて、次のレースもしっかり見たいんです。入場から出走まで全部。だってレースは歴史が生まれる瞬間ですから、そこにちゃんと立ち会っていたいんです。情報をただ追うだけではなく、現地でその時その場で生の感動を受け取りたい。それが私の歴史にもなるので。すみません、なんか語ってしまい。要はレースの全てを見逃したくないというだけなのですが。いい、スタート完璧。展開もスロー、読み通り。あとは我慢して。来た。そのまま、そのまま。ペースも位置取りも完璧。人気に応える堅実な走りで。今日は本当にご迷惑をおかけしました。ご飯をいただいたり、みっともないところもお見せして。いえ、読んだと言いますか。あれを書いたの私です。失礼します。お疲れ様です、トレーナーさん。東京レース場ではすみませんでした。心配をかけたり栄養食まで。なので今日はその謝罪とお礼というにはささやかなのですが、もつ煮込みを作ってきました。クロノジェネシスと申します。一応広報委員を務めております。そんな、あれはただの備忘録で。でも嬉しいです。そんな風に言ってくださって。なんというか、はい、本当に趣味としてのあれですから。なので誰にも読まれていないと思っていたんですけど。こんなに。ありがとうございます。私頑張りますね、これからも。おはまいる。今日はよろしくね、ラブちゃん、クロノちゃん。よろしく2人とも。今日の配信でコミメンに勝利報告をするのは私よ。よろしくお願いいたします。私も精一杯やらせていただきますね。コースの状態は良。第2第3コーナーまで距離がある関係で先行争いは激しくならない。9人立て。逃げ予想は1人。おそらくペースはスロー。符合するレースはいくつかある。あとは展開からより近いものを割り出して。模擬レース芝1800、今一斉にスタートです。4番が抑えきれない様子で上がってくる。これはパッと思いつくのはアイビーステークス
7番が勝った年のあの時の勝ち馬娘は先行。この位置で間違ってない。余力はある。位置もいい。あと適切なタイミングで。第4コーナーから直線、ラブズオンリーユーがじわりじわりと上がってきました。大丈夫、まだ追わなくていい。歴史が証明してる。勝てる位置で仕掛ける。よーし行くよー。マイラフランちゃんも。この場合はいや、この場合でも歴史は信じて。1着はラブズオンリーユー、ラブズオンリーユーです。グランアレグリア、クロノジェネシスは惜しくも届かなかった。クビサの3着。さすが私のライバルたち。もっと今以上にやらなくちゃ。マイルの女王として。本当に僅差だったのに闘志メラメラね。これは私もトレーニング増やさないとかな。もっとレース史を深掘りしないと。だって歴史には全てがある。クロノジェネシスに必要なもの、その答えもきっと。私はまだ足りない。私の夢には足りないのなら埋めないと。あ、トレーナーさん。いえ、でもやらないとなのですみません。すみません。資料集め手伝っていただいてこんな時間まで。トレーナーさん。私、歴史の当事者になりたいんです。私の母は年代学者で家に立派な書斎を持っていました。そこには種々様々な歴史の本があって、まだ幼い頃私がとりわけ夢中になったのは馬娘たちのレース史でした。レース史には深いドラマがあった。それもその子個人で完結するものではない。紡がれた歴史、その上にあるドラマが。どうしようもなくワクワクしました。過去を知れば知るほど大きくなっていくその壮大な絵巻物に、歴史とは絵です。レースに携わる全ての者たちが描いたあまたの点がつながり線になることで浮かび上がる巨大な一枚絵。シンボリ・ルドルフは輝かしい点を記しました。けれどその先に東海帝王が、連なる彼女たちがいることで絵は完成した。スペシャルウィーク、グラスワンダー、エルコンドルパサー。あの世代の誰が描けてもあそこまで美しい絵にはならなかった。それらの事実に気づいた時にはもう私は見入られていました。歴史に、そして
その絵の中にいたいと思いました。グランちゃん、ラブちゃんはこれから点を描きます。私もそうしたいけど、まだ足りない。全然歴史を紡いできた先達に、これから紡ぐであろう彼女たちに、それが嫌なんです。足りない自分を許してはいけない。だってそんな歴史を紡ぎたいんです。私もあの頃の私のような誰かをワクワクさせたい、そう思っていて。すみません、一人で長々と。もちろん体現相互だって分かってはいるんですけど、トレーナーさん、実は2週間後にトレセン学園見学会というのがあって、レースファンの方々を招いて行うイベントなのですが、そこで行われるイベントレースに出走するんです。だから下手な走りはしたくなくて。こっちは阪神ジュベナイルフィリーズ、ブエナビスタさんが勝ったレースを参考に位置取りをしました。正直迷いました。ブエナさんの翌年はうちから刺した馬娘が勝ったので、どちらを参考にすべきか。でもそのまま外から、うちを走る8番が過去の模擬レースを見てもよれる傾向にある子でしたから、ここは勝つために。はい、歴史はすでにある事実なので、それを利用しない手はないと思いますから。考えすぎですか？なるほど、自由にですね。はい、意識してみます。歴史を参照しない私らしい走り、自由に何も考えずに。すみません。とにかく自由に走ろうと考えていたらいつの間にかこんな。これまで歴史を参考に走ることばかりしてきたので、何も参照しないでと言われると、私らしい走りって何なのか。なるほど、私らしい走りを意識しなくても。なるほどです。私にとって歴史とは。いえ、特別展示があったのでつい。この間はそんなのなかったのに。はい、トレーナーさんがよろしければ。有馬記念でのテイエムオペラ王には勝機がなかった。光など差さない馬群に囲まれてしまった彼女は、しかしあの走りをした。
馬群を縫い前代未聞の勝利をつかんだ。彼女は後に語る。前例がないなら僕が作ればいいと。インタビューにてプラスワンダーは我々に語ってくれた。有馬は手繰り寄せました、気持ちで。それがあの結果だ。彼女は新将だった。しかし有馬に勝った先人たちが築いた伝説を手本にせず、自身の裁量を求めた結果がその頂だったのだ。スピードシンボリ、史上初のグランプリ3連覇を成し遂げた馬娘。そんな彼女はラストランをこう語る。根性さ、最後は2着と首差での勝利。前年の有馬を踏襲するのではない。彼女のラストランは自身の偉業を超えるためのものだった。トレーナーさん、ちょっとすごかったですね。いえ、本当に私から見たら皆さんは冷静と言いますか、勝つべくして勝ったと、そういう印象だったのですが、でもそうですね。改めて映像を見ていたら、ただただ全力だった。執念や根性といった泥臭さが根底にあって、そうか、歴史を作れるのはそういう強豪をひしめく勝負の中で、それでも気持ちでつかめた方なのですね。誰一人としていませんでした。過去をなぞって歴史を打ち立てた人は私、クロノジェネシスを舞台に。芝2200。前日の雨の影響で馬場はやや重。状況的には中山さんが勝った宝塚記念が近い。中段の外、中山さんが取っていた位置。でもオルベさんの時にはもう少しまた考えてる。私に上がり 34.7 の爆発力が出せる。出せないなら過去をなぞるべきじゃない。だって今日走ってるのはトレーナーさんの声が聞こえる。応援してくれている。他でもない私を。そうだ、今日ここで走っているのは歴史を紡いできた彼女たちじゃない。まだ何者でもない私だ。なら歴史はおおよそ参考にすればいい。イメージさえつかめたらその先は。おっと、残り200。クロノジェネシスが追い込みをかけた。素晴らしい末脚。届くか届くか。私はこれまで歴史の背中を追いかけてきた。追いつきたくて、そこに私もいたくて。でも違う。それじゃあ歴史の当事者にはなれない。私として定石を刻みたいのなら勝たなきゃ。勝ちたい勝ちたい。歴史を作った馬娘に、偉業を残した先人に。それで次は私が。クロノジェネシス、そのまま1着でゴールイン。2馬身差をつけての勝利。実力を見せつけました。いいぞクロノジェネシス、いい走りだった。感動した。デビューはまだか。楽しみにしてるぞ。デビュー楽しみに。それって私の歴史を追いかけたいと、そう思ってくれたということ。ああ、そっか。こうやって描けばいいんだ。
だいま戻りました。ありがとうございます。ただこういう走りができるようになったのはこんな気持ちだったんでしょうか。彼女たちも伝えるのは怖いけどちゃんと踏み出さなきゃ。だって私にとってはこの人だから。トレーナーさん、もしよろしければ。いえ、ぜひあなたにお願いしたいんです。どうか私と歴史を作ってくれませんか？ページを来るたびに胸躍る実話の数々。その先でいつか私も新たな歴史を作りたい。これはそんな私たちの挑戦の物語だ。やっぱり今のクロノちゃんってクロノちゃんのテスト用のノートを返しに来たんです。綺麗にまとまっててすごく助かったのでお礼を言いたくて。でも今のクロノちゃんすっごく集中してるというか、いつものおしとやかな感じとは違ったオーラを放ってて、ちょっとお邪魔になっちゃいそうで声かけづらいっていうか。だけど私これから用事があるし、どうしよう。今回はダート1007右回り。注目を集めているのは10番。確かに前走逃げ切り勝ちした先行力は目が離せない。けど私が注目するのは6番。ここ数戦は振るわないながら今回は距離短縮に加えて馬場状態も。トレーナーさん、いつの間に。そうでしたか。代わりにこれを。彼女には悪いことをしてしまいました。予想を詰めていたらつい夢中になってしまって。今日の種目別競技大会です。大体の予想は立てられたので、あとは直接仕上がりを見て精度を高めたいと。出走前のウォーミングアップ、そろそろ行かないと。6番の仕上がり予想通り。10番の友の運び、これなら。本命は6番、対抗で10番、1着は6番で固く、10番12番の2着争いが有力かと。6番は先行2番手、重馬場で入着した経験もあるから落ち着いた走り。過去のレースから考えると、いえ、ここです。ここがいいんです。かつての歴史にも様々な宇宙の激戦がありました。このレースもいずれそのような一戦につながるかもと思うと目を離したくはないのです。歴史とは絵です。レースに携わる全ての者たちが描いたあまたの点がつながり線になることで浮かび上がる巨大な一枚絵。ここで3番 ?6 番の隙をついて、3番の差し切り。
6番も重馬場の適性があったはずなのに、こちらの予想を覆してこの展開、確かやっぱりあの時のレースも私の予想を覆して、今のとこリプレイ。トレーナーさん、タオル？ごめんなさい。こんなびしょびしょってトレーナーさん、本当にごめんなさい。まだ濡れているところがあればすぐ掃除しますので。はい、今でも胸がドキドキして、次の校内新聞もこれでコラムを書こうかと。ありがとうございます。そっか、私また心配かけちゃって。ノートを届けさせたり、雨の中レースに付き合わせたり、もしかして他にもたくさん。そこのテナント改装中みたいですね。そうですね、個人的にはレースカフェだと嬉しいです。大画面で生中継を見たり、他のお客さんの予想を聞いたりとか。アウトドアショップもいいですね。双眼鏡や防寒具など観戦に便利な道具が揃えられますので。電車が秒間15コマで、電子シャッターなら30コマ。いいなぁ。でもやっぱり値段が。はい、今のカメラに少し物足りなさを感じまして。私のお小遣いだと買えるものは限られますが。お客様、何かお探しでしょうか？よろしければご予算内でお望みの性能に近づくようご提案いたしますよ。本当ですか？ありがとうございます。それでしたら。お持ちの機材でしたらレンズの追加でも対応できそうですね。こちらの焦点距離は70から300ミリ、胴体への追随性も抜群ですよ。300ミリで事足りるレース場も多いですし、東京レース場は広いけど腕と場所で工夫すればいい感じに。独自の機構で手ぶれも防げるし、色収差も効果的に補正。それに中古ならお小遣いを頑張って貯めれば。すみません、一人で盛り上がってしまって。風と蹄鉄のゲーム理論、史実から見る明日の勝ち筋。欲しい本全部在庫検索に引っかかってる。ただ取ってくるのに時間がかかるかしら。このお店結構広いし、ジャンルもバラバラだから。ありがとうございます。でしたら科学系の本をお願いできますか？私は歴史系を探しますので。廃止になったレース場の記録。古いものだと100年以上昔のものまで。すごい掘り出し物。近代レースの発展を知る上で当時の情報は欠かせないけれど、これほどの資料はめったに。トレーナーさん、本当にごめんなさい。貴重な資料を見つけてつい。
レースカフェ、こんなところにもあったんですね。あ、はい、ありがとうございます。やっぱり気を使わせているわよね。きっと今日だけじゃなくて、トレーナーさんは優しい人だから、私がレースに夢中になってても笑って許してくださる。けどこのまま迷惑をかけてたら、トレーナーさんだっていつか。お、そこのお二人さん、ちょいといいかい？あたしらこの前のレースの感想を言い合っててさ、ほらこの新聞に赤で記した芝の1008、先行有利のコースの、あ、このレース。お嬢ちゃんも見たかい？いやー、いい走りしてたよな、あの4番の馬娘。調子いいわね。今回のレースも厳しいんじゃないかって言ってたのはどこの誰だったかしら？ほらさ、あの子長いこと休んでいただろう。復帰した後も調子振るわないから厳しいんじゃないかと思っていたんだよ。そうですね。戦略が功を奏して本当に良かったと思います。あ、戦略って？はい、4番の選手、確かに長期休養明けからは結果が出ていませんが、2走前の重賞はそこまで悪くなかったので、むしろ休養前の彼女の戦績を考えると、この2戦は復帰後のコンディションを上げるためのいわばリハビリだったかと。なので今回のレースはかなり仕上げてきましたよね。歴史的な観点から見ても、このような戦略を取った陣営は、いやー、さすが馬娘というか、やっぱ俺らより詳しいんだなって。すみません、余計なことを。本当にね、さっきなんか目の色変わっちゃってさ、本気でレースに向き合ってるっていうか。そりゃ兄ちゃんも大変だな。今日はありがとうございました。たくさんお付き合いくださって、その楽しかったです。すごく。私の情熱。はい、本当によろしければまただってトレーナーさん、本当に？本当ならいいな。私も見てもらいたいもの、私と私の好きなものを。はい、合宿所から電車で日帰りできる場所にレース場の跡地があるんです。ずっと昔に廃止になってしまったのですが、数々の勝負が行われており、以前から興味があって、それでトレーナーさん、一緒にいかがでしょうか？はい、今は何もない場所ですが、歴史的に見て大変意義のある場所だと思いますし。
よろしければこちらをどうぞ。レジュメです。これから行くレース場の成り立ちやレース結果がまとめてあります。調べられたところだけですけど。予備知識があった方がトレーナーさんも楽しめるかなと思いまして。本当ですか？よかった。電車が来るまでまだ時間がありますね。私、飲み物を買ってきます。私の勝ちです。グレードレース追いつ追われず競り合いですね。そうだ、確かこの先に。トレーナーさん、あっちの神社に寄り道しませんか？そこもレースにゆかりのある場所なんです。いいですよ。このまま逃げ切ってみせますので。それではじゃんけんぽん。はい、生き返りますよね。そうそう、この神社昔は戦勝祈願で有名だったそうです。当時の選手たちはレースに臨む前必ずお参りしたとか。きっと賑やかだったのでしょうね。応援の方々もたくさんいらして。けれど勝ちたいという願いは今と変わらなくて、真剣な思いは私たちと同じで不思議ですね。遠い人たちなのになんだか身近に感じます。すみません、想定以上にシンプルな史跡でしたね。するとゲートはこちらでしょうか。あの辺りからファンの皆さんの声援を受けて、スタート前胸が高鳴って勝利への期待と少しの不安と、第4コーナー曲がって最後の直線、先頭で駆け抜けたい、結果を届けたい人がいるから。そんな風にきっと泣いたり笑ったりして、その勝手な想像ですけど。そっか、トレーナーさんも私と同じ景色を。私ちょっと向こうを撮影してきますね。逃げちゃった。急に変だったかな。でも本気だったんだ。トレーナーさん、本気で私のことを知ろうとしてくれて。この景色忘れたくない。今日ここにいることは
歴史と呼ぶにはささやかかもしれないけど、かつてこの地に記念碑を作った人たちみたいに、今という思い出を形に。この一枚、もう少し絵作りにこだわりたかったですね。背景ももっとボケを強めにして。そうですか。ありがとうございます。次の写真は、これってトレーナーさん？いえ、何でもありません。電車が来るので、もうこれくらいに。あの写真、いつの間に撮っちゃったんだろう。ともかく失礼だから後で消さないと。でもやっぱり欲しいよね、1枚。トレーナーさん、よければ